やりませよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は4月1日の深夜12時からなんですけども、メガポが始まります。そこで僕が実際に使って効果があった韓国コスメ50選の方を皆さんの方にシェアしたいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はこちらですね。4月1日の深夜12時から4月8日までなんですけども、メガポが始まります。はい、嬉しいですね。メガ割と変わらないので、ほぼほぼ 20% っていうところはね、ポイントがもらえるところでポイントをもらってメガ割も活かせるし、そのポイントを使ってね。なので、基本的には結構メガポで買った方が安いものとかポイントもらえるから、出してる金額はちょっと変わっていくんですけども、基本的にはメガ割も安いっていうねものもあったりするので、メガポとメガ割をうまく使い分ける購入方法っていうのも僕もね以前ね動画の方を上げておりますので、上の方に URL 貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思うんですけども、今回は50選です。ちょっとね多いかもしれないんですけども、今回はちょっとね詳しい成分の方を一個一個話していくとちょっと50選もあるのでちょっと長くなっちゃうので、詳しい情報が知りたい方は一つ一つシェアさせていただければと思います。で、早速なんですけども行ってみたいなと思います。まず1つ目はこちらになりますね。セリマックスのサンクリームなんですけども、こちらオイルコントロールの UV クリームになりますね。もちろん SPF50 のものなんですけども、こちらがツヤ肌作りはこれではできないんですけども、スキンケアでツヤ肌を作ってからサンクリームでマットにさせてオイルコントロールがここで1回できるので、非常に使いやすいものになっているので、こちらおすすめになってきておりますね。金額も今だと1980円になっていて安いので、メガポになってくるともうちょっと安くなってポイントをもらえてっていうところで非常にお得かなと思いますね。セリマックスなんですけども、韓国コスメ好きには非常に人気があって、最近日本でもちょっと流行ってきている印象はあるんですけども、主にここは僕の中ではレチノールが非常に効果があって非常に人気があるっていう韓国の印象ですね。こちらオイルコントロールね、男性の方もこちら非常におすすめしやすい商品かなと思うんですけども、女性の方でもオイルコントロールを UV クリームでしたい方は非常におすすめかなと思います。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。テラロジックの保湿クリームなんですけども、 B5 のクリームになりますね。皮膚科コスメとして非常に人気があるテラロジックなんですけども、テラロジックの商品どれもいい、使いやすくて、でこちらも非常に潤ってくれて、今流行りのふわとろクリームみたいな感じなので僕は大好きで使っております。乾燥肌の方とかインナードライ肌の方は非常におすすめかなと思いますので、こちらもね成分詳しく以前にシェアしておりますので、そちらの方も詳しい情報を知りたい方は見ていただければと思うんですけれども、皮膚科コスメなので安心して使えるっていうところで非常におすすめかなと思いますね。特に今日本とかだと黄砂とかがひどいかなと思うんですけども、韓国だと PM2.5 未然文字とかなんですけども、やっぱりそのバリア機能を高めるためにもこの保湿クリームっていうのも必需品になってきているのでよく使っておりますね。こちら今4400円になっておりますが、メガポのポイントで非常にお安く購入できるんじゃないかなと思います。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。はい、次の商品はこちらになります。テラロジックのクレンザーですね。バブルクレンザーなんですけども、僕はレチノールは夜しか使わないので、翌朝には必ず弱酸性のクレンザーの方を使うようにしております。でこちらがバブルクレンザーなんですけども、こちら弱酸性なので非常に使いやすくて僕は使っております。あと安心できる皮膚科コスメというところで非常に突っ張らない、しっとり潤わせてくれる、乾燥肌、インナードライ肌の方に非常におすすめなクレンザーになっております。金額が2600円でさらにポイントでお安く買えるんじゃないかなと思いますね。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。こちらもテラロジックなんですけども、レチノールになりますね。レチノール今一番いい中の、ベスト3の中に入る、もう本当にレチノールだとここら辺が上がってくるんですけど、僕はテラロジックのレチノールめちゃくちゃ効きます。どういう風に効くかというと、ツヤ肌になりたい方はめちゃくちゃツヤツヤになる。僕はいろんなねレチノール使ってきたんですけども、ツヤ肌に関してはこちらのレチノールがめちゃくちゃツヤになりますね。であと毛穴とか、アンチエイジングに対してのもアプローチもしっかりできるのでめちゃくちゃおすすめできますね。でこちら今5000円なんですけども、さらに、ポイントでお安く買えるんじゃないかなと思いますね。はい、まだ日本ではねそんなに人気がなくて、最近日本に展開したっていうね、韓国では売られてるんですけども、ローンチしたのが日本が最近っていうところで、これから流行ってくるレチノールかなと思いますね。はい、では次の商品に行ってみたいと思います。次の商品は
こちらになりますね。テラロジックの卵肌パックなんですけども、マスクですね。レチノールなんですけども、レチノールのマスクになってきております。で、こちらが一緒にテラロジックのこちらのラインを使ってもらうと、効果が圧倒的に違うので、ぜひね、同じラインの方で使ってもらいたいなってあるんですけども、このパックがクリームを全部終えてからその後にパックをするんですよ。で、洗い流さないんですけども、そのままなんですけども、めちゃくちゃツヤ肌になります。これを使うことによってさらにツヤ肌になるので、テラロジックはもうこれがマストかなと思いますね。こちらも本当にアンチエイジングのスキンケア法をしている方は非常におすすめかなと思いますね。金額は3800円でさらにポイントでお安くなるんじゃないかなと思いますね。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。こちらもテラロジックのレチノールのスポットのクリームなんですけども、こちらがねオリブヤング1位なんですよ。これだけじゃなくてこのラインが1位かなと思いますね。これ3つを使うことによって圧倒的にツヤ肌になる。もうすごいんですよ。笑えるぐらいのツヤ肌になるので、こちらをね詳しく成分と使用動画も上げておりますので、気になる方はね上の方に URL を貼っておきますので、そちらの方も見ていただければと思うんですけども、もうツヤツヤツヤみたいな、ツヤめちゃくちゃ欲しいって方はこれ使った方がいいですね。で本当に毛穴シワケアプラスツヤ、すごいもうすごすぎるっていうか、こんだけ出せるツヤスキンケアってちょっと僕は今まで出会ったことがなくて、今ツヤ感を出したい方はこれが一番かなと思いますね。で大体ねツヤ感っていうのは1回で出せるんですけども、僕はね毎日使ってるんですけど、5日間使ったぐらいからもう圧倒的に違いが分かりますね。で基本的にねレチノール初めの方は1日おきとかにした方がいいかなと思うんですけど、僕の方はレチノール肌が慣れてるので、毎日夜してるような感じなんですけども、圧倒的に違うですね。ツヤ欲しい方はこちらを使用してみるのはいいかなと思いますね。であと先ほども言いました通り、こちら最近日本にローンチした感じなので、そんなにまだ日本に浸透してないんですよ。使用されてる方も非常に少ないかなっていう感じがするんですね。日本国内ではね。韓国国内では非常に人気があって、レチノール、毛穴クリーム、オリーブヤングで1位になっているので、やっぱり非常に人気があってちゃんと効果があるものなので、ちゃんと1位になっているような感じになりますね。はい、で次の商品はこちらになりますね。メディキューブの美顔器なんですけども、 AGR ブースタープロですね。顎のねたるみとかが気になる方は非常におすすめできる商品かなと思いますね。1回しただけでも全然ちょっと違ったので、やっぱり効果はあるなと思いましたね。やっぱり1位取ってるだけでいろんな部門で1位取ってるんですよ。9点のメガ割とかにはもう必ず、あとメガポでも入ってるね、もう必ず売上ランキングの上位、もうほぼ1位2位とかに入ってるので、やっぱり人気があるっていうところですかね。であとここら辺ね美顔器のね闇みたいなところはあるんですけども、やっぱ美顔器ってこんだけいっぱい今市場に出てる中で、美顔器で何か肌にトラブルがあったっていう報告はないんですよ。でこれってね報告が出たらそのものが作れなくなるのもそうですし、いろんなね問題があって、そのトラブルがないように作られてるっていうところがあるんですよね。で皮膚科に行くとやっぱり周波数とかが高いので、ちょっと焼けちゃったとかね、いろいろ原因とかもあるので、皮膚科とかだとね、それぐらい強いものを使ってるのでめちゃくちゃ効果あるんですけども、ここら辺はね微妙にね効果がねあるかないかっていうか、微妙なところで攻めて作ってるんですよね。そこら辺がすごく闇は感じるんだけども、金額がめちゃくちゃ安い。最近韓国の美顔器って韓国の美容皮膚科でも卸せる認定の数値を取ってちゃんと取ってるところとかあるんですよ。そこら辺はちょっと調べた方がいいかなと思うんですけども、こちらも非常におすすめになってきてるので、ぜひ使ってみるのをおすすめいたします。顔とかっていうよりかはどちらかといえばねたるみみたいな感じに効果があるようなメディキューブの商品でしたね。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。グローウェーブのブースターソニックなんですけども、こちら美顔器で僕はベースで使ってる感じなんですけども、ツヤ肌になる、で僕はツヤ肌になるスキンケア法とかいろんなものを入れたりしてるので、あとハリカンとかかなものを入れたりしてるので、ここら辺が非常に効くので、あと金額も57,900円なんですけども、以前もうちょっと前とかだと10万円以上出さないと購入できなかったんですよ。これが5万円以内で購入できるようになってきたっていうのは非常におすすめかなと思いますね。こちらのブースターソニックは韓国の
美容皮膚科でもおろせる認定をちゃんと取っておりますので、やっぱりそれぐらい効くような商品になっておりますよね。であとここら辺のねちょっと僕が使ってデメリットだったのは、美容皮膚科と違うのはヘッドのね当たりの部分がちょっとこちらのものは角張ってるんですよ。で美容皮膚科のやつってちょっとヘッドが丸くなってるので入りやすいので、そこら辺はちょっと気になったところがあったので、ちょっと使用してる時にちょっと使用しにくいのは疲れるなみたいな感じはあるんですけども、ここら辺は人によるかなって感じだ。僕の場合はちょっとねそこら辺がちょっと気になったっていうところがありますね。でも効果があるのでめちゃくちゃ大好きで使っております。合わせてこちらのゲルなんですけども、こちらのゲルもめちゃくちゃいい。公式で出されてるもののゲルってあんまり良くなかったんですけど今まで。でいろんな他のものを使ってたんですけども、こちらはね合わせて使うのをお勧めいたします。はい、で次の商品いってみたいと思います。はい、次の商品はこちらになりますね。本ボディのニードルポテンショットになりますね。ニードルポテンショットなんですけども、ツヤ感とか出してくれるニードルポテンショットになってくるんですけども、小さな針みたいので皮膚に与えていくっていう感じなんですけども、こちらのアンプールがね非常にツヤ肌になっていて、ナノニードルの2万ショットなんですよ。こちら5分でエステ級の毛穴美白ケアができるっていうので、1回で効果が現れるっていうのがあって、1回やするだけでツヤ肌とかなれるんですけども、ちょっと気になるところはちょっと肌が弱い方は赤くなってヒリヒリするっていうところがあるかなって感じ。翌朝まで続くって感じなんですけども、ダウンタイムとかないので自宅でニードルポテンショットをできるっていうところは非常におすすめかなと思いますね。こちらは毎日ちょっと入れられないので、僕の場合だと3日に1回とか最低でも1週間に1回入れてるような感じなんですけども、入れると入れないのだと全然肌のツヤ感とか張り感が違うのでおすすめできますね。もちろんね皮膚科に行ってしてもらった方が全然いいんですけども、自宅でささっとできて、1万5,000円以内で購入できるのでめちゃくちゃ安い、最近こんぐらいの金額で買えるようになってきたっていうのがね、非常にいい時代になってきたなって感じですよね。はい。ここら辺のメーカーの争いも非常に大変になってくるかなと思うんですけど、もうちょっとね頑張ってもらいたいですよね、金額もね。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。フォレオの美顔器なんですけども、マイクロカレントデバイスですね。こちらがもう一番長く使ってる美顔器なんですけども、こちらがね入りがいいっていうのがあって、あと引き締まってくれるってツヤ感とちょっと肌がふわってなるんですよ。そこら辺が僕はもうこれ使い続けて4年5年ぐらい経ってるのかな。やっぱり一番使いやすい。こちらメイクのノリもめちゃくちゃ良くなるし、朝するだけでは顔の締まりっていうのがめちゃくちゃ良くなるので、僕はこちら朝におすすめできる商品になっておりますね。もう長く使っててやっぱりこれはいいなっていう感じはありますね。あと僕ね肩とかに使うんですよ。ちょっと肩がね張ってるなって感じになった時は肩から使うんですけども、スポーツ選手が使うように使ってるっていうのもあるので、僕はちょっと使ってるんですけど、そういうふうに推奨はされてないんですけども、波数とか見てみるとちょっと似てるので、僕はねちょっと当ててる感じなんですけども、それするだけでも全然違うので僕はこういうふうに使っております。で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。こちらがフライミールのシェイクなんですけども、プロテインですね。オリーブヤングで1位なんですけども、いろんなプロテイン僕はもうここ何年、多分20年以上は飲んでるんですよ。もっと飲んでるかな。ですけどもプロテインのね味はねもう圧倒的にこれがいい。もう本当にもうこれね韓国のカフェのシェイクみたいな感じですよ。で甘いものが好きな方は非常におすすめできますね。で甘いもので低カロリーでプロテインをちゃんと取っていきたいって方はこちら飲むのをおすすめいたしますね。もう普通にこちらは飲みたくなるプロテインシェイクとして、おすすめできますね。そして 22g とか 20g とか大体それぐらいのタンパク質取れるので、肌もタンパク質なので、あと合わせてタンパク質っていうのをね今プロテインいくつって書いてるものって売れやすいんですよね。今スーパーに行っても昔と違ってプロテインいくつって書いてるもの多くなったと思うんですけども、やっぱり健康志向になってきてる時代になってきてるっていうか、そういう人たちが多くなってきてるのかなって非常に感じておりますけれども、僕もねちゃんとプロテインっていうのはしっかり1日にグラム数を決めて取ってるようにしてるんですけども、こちらはね圧倒的に美味しいです。はい、金額もお安いのでぜひおすすめできますね。はい、で次の商品になります。はい、次の商品はこちらになりますね。スリマックスのシートマスクなんですけども、ニキビ肌の方はもうマストになってくるかなと思いますね。効果とちゃんと比例している商品を作ってる感じがするので、僕はちょっとね効果があるので僕に合ってるのかもしれないんですけども、僕は効果があったってもので入れさせてもらってるんですけども、非常に効果があるので使用しております。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。スキン104のサンクリームになってくるんですけども、こちらねサンクリーム全部いいんですけども、こっちの中でも一番いいのがサンセラムになりますね。ヘッドが水色っぽいになってるやつなんですけども、そちらが一番おすすめできますね。2番目にいいのが白のやつ、
トーンアップしてくれるクリームなんですけども、そちらもおすすめできますね。このトーンもね非常にいいんですけども、こちらね夏にめちゃくちゃおすすめできます。こちらサンセラムなので非常にスーッと馴染んでくれて、嫌な乗ってる感がないので、特に男性の方、サンクリーム今までいろんなものを使ってきて白くするものが嫌だったりとか、ちょっと乗っかってるから嫌なんだよなって方はもうこれ使った方がいいですね。これ一年中おすすめできますね。なのでこちらはもうマストで使っておりますね。もうお安い時に僕は購入してるよって感じでございます。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。テラロジックのトーンアップの UV クリームになるんですけども、こちらねちょっとトーンアップのトーンが白い感じがするので、肌が焼けてる方は合わないと思います。なんですけど、僕もちょっとね肌白い方なんですけど、塗った感じのトーンがのぺっとするような感じなので、ベースクリームのトーンアップと思ってもらえば嬉しいかなって思いますね。僕の場合だとトーンアップクリームで最終的に収めて肌作りしてるような感じなんですけども、それだとちょっと難しいかなって感じになりますね。このトーンアップクリームで最終的に済ませるとちょっと目が小さく見えちゃったりするので、このトーンアップで最終的にスキンケアで終わりみたいなねする方、特に女性の方あんまりいないと思うんですけども、男性とかだとちょっとこれで終わらすっていうのは厳しいかなと思いますね。クッションファンデとか化粧とかする時にはこのトーンアップクリームを塗るようにしております。こちらもね韓国の皮膚科で施術した時に塗ってもらうクリームのテクスチャーって感じなので非常に大好きで使っております。乾燥肌、インナードライ肌の方には非常に向いてるかなと思いますね。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。マニョのシートマスクになります。こちらも保湿めちゃくちゃしたい方はおすすめになります。ふわとろなんですよね。やっぱり今最近ふわとろのテクスチャめちゃくちゃ流行ってるから、やっぱりふわとろで作ると売れやすいんでしょうね。こちら長い時間ね本当に完全保湿してくれるので、インナードライとか敏感肌とか保湿めちゃくちゃしたいって方は非常におすすめかなと思いますね。あとはこの季節ねちゃんと保湿した方がいいかなと思いますので、今の季節にめちゃくちゃ合ってるような感じになりますね。テクスチャーがめちゃくちゃ好きで、あとこの保湿感がめちゃくちゃ好きっていうのがありますね。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。マニョンの保湿クリームになります。こちらもねめちゃくちゃふわとろ、あとインナードライ改善にも向いてるし、今の季節にめちゃくちゃ合ってるので、保湿クリーム探されてる方はこちら使ってみるのがいいかなと思いますね。でマニョって韓国で超絶人気あるんですよ。特に女性の方にね使ってみるとその人気の理由がわかる。成分を踏まえてね以前ね詳しく紹介しているので、上の方に URL 貼っておきますのでそちらの方を見ていただければと思うんですけど、テクスチャーが超絶いい。そこら辺はね使用した瞬間にもう分かった、これめちゃくちゃ売れるだろうなっていうか、売れてるんですけど売れるねっていう感じで、9点のアワード2024の受賞にもなってるので、やっぱり韓国でもめちゃくちゃ人気あります。なので保湿インナードライ、こちら商品使ってみたらいかがでしょうか。はい、次の商品になります。次の商品はこちらですね。マニョのトナーなんですけども、こちらも超絶ふわとろ、もうふわとろすぎるぐらいふわとろなんですけども、こちらもね9点のアワードを取っていて、LDK の A 評価ももらってるし、こちらもね LINE で使ってるんですけども、やっぱり人気がある理由が分かりますね。こちらもしっかり保湿されたい方はこちらを使ってみるのはいかがでしょうか。はい、で次の商品に行きたいと思います。次の商品はこちらになりますね。こちらもねマニュなんですけども、こちらも僕は合わせて使ってるんですけども、ちょっとみずみずしい感じでさっぱり使えるので、これからの季節に非常に合ってるテクスチャーになっていて、あとトーンアップとか毛穴とかキメとか整えてくるんですけども、正直トーンアップにはちょっとならない感じはするんですけども、毛穴とか肌のキメを整えてくれる感じはあるので、こちらは大好きで使っております。合わせて僕はねマニュは意識ラインを使ってるんですけども、こちらもおすすめできます。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。はい、次の商品はこちらになりますね。センテナ24のアンプルなんですけども、はい、こちらねツヤ肌めちゃくちゃできます。で僕はもう必ずデイではこちらのアンプルを使うようにしてるんですけども、もちろんね違うアンプルいろいろ使ったりするんですけども、最終的に戻ってくるアンプルはこれ。もうやっぱり一番いいんですよね。やっぱりセンテナ24って悪いものがないで、成分も超絶良くて、なので値段もねお安いし、であと韓国でも非常に人気があって、でここのセンテナ24の会社はマデカソルっていうものがあるんですけど、マデカソルを作ってる会社ね、再生クリームみたいなね傷とかやすり傷になった時に塗るようなクリームがあるんですけども、こちらの会社のスキンケアのラインなので、やっぱり成分的にもそのマデカに30年かな確かずっと研究を続けてるところで、やっぱりここで持ってるマデカがめちゃくちゃいいと思うんですよね。他のところのマデカと比べてもやっぱりちょっと違うんですよね。なので僕は大好きで使っております。
はい。で、次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。コス RX のプロポリスのアンプルなんですけども、プロポリスね、あと一年中使えるようになってきたんですけども、そこの中でもこちらのコス RX のプロポリスっていうのが非常に使いやすくて、あと効果もあって、あと大体肌綺麗な方ってコス RX のこちらの商品使ってること多いんですよね。水光肌だったりとか保湿とか鎮静に向いてるような感じの商品になっておりますね。はい。で、次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。スリマックスのクレンジングバームになります。それでクレンジングバームなんですけども、こちらが純度 95% のセラミドなんですよね。このね、プロダクト自体もちょっとね、面白くて、今使っててちょっとまとめてこちらの詳しい動画の方も皆さんの方にシェアするんですけども、そこら辺はちょっとね詳しいね動画の方はまだ公開してないのでちょっと待っていただければと思うんですけども、今黄砂とかあるじゃないですか。しっかり落とさないとちょうどねおでこあたりにね赤いプチプチプチっていうのが出てくるんですよ。まあこちらアレルギーある方が出てくるかと思うんですけども、僕ね1年を通して特にこの時期に日本にいる時は黄砂とかスギ花粉とかちょっとね1年を通してこの時期が一番荒れる時期なんですよ。で黄砂とかスギ花粉の時ってちょっとねおでこあたりとかに赤いプチプチプチっていうのができてくるんですよ。それをちょっと僕避けるために外で、風とかで、黄砂とかスギ花粉とかがねその乗っかってる時はクレンジングバームでしっかり落とすようにしてるんですよね。その時にこちら超絶いい。あと使いやすくてちゃんと肌もしっとりもちもち肌にしてくれるので突っ張り感もないので大好きで使っております。値段も安いんですよね。1900円でさらにメガポとかでポイントももらえるのでお安いかなと思いますね。はい、次の商品なんですけども、次の商品はこちらになりますね。テラロジックのこちらのセットなんですけども、こちらのねセットを使った方がいいです。先ほど一個一個紹介させてもらったんですけども、このセットを使うことによって圧倒的に肌の質感とかが変わってきて、5日ぐらいこのこちらのセットを使った時にもう本当に卵肌、ツヤ肌、超絶なのでおすすめできます。ナイテクケアシリーズとしておすすめできますね。はい、次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになります。テラロジックのこちらのスキンケアのセットなんですけども、保湿ケアとしてこちらデイリーシリーズとして僕は使ってるんですけども、このシリーズ意識使うことによって圧倒的に違うので、どちらかというと僕は夜にテラロジックのレチノールを使う時にはこちらはデイでこちらのスキンケアのシリーズを使えるようにしておりますので、はい、次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。アナのドクタミシリーズのモイスチャーサンクリームなんですけども、敏感肌の方に向いているような日焼け止めなんですけども、こちらも使用感がめちゃくちゃ良くて、ちょっとツヤ肌になるような感じなので、こちらも大好きで使っておりますね。はい、で次の商品いってみたいと思います。はい、で次の商品はこちらになりますね。こちらもアナのエアリーサンクリームなんですけども、もちろんね SPF50 プラスの PA4 プラスなんですけども、こちらの敏感肌の日焼け止めなんですけども、先ほどの日焼け止めと比較した成分表もアップしておりますので、そちらの方も見ていただければと思うんですけども、2つ使いやすいので、特に夏とかかな、使いやすい感じがするので僕は使っておりますね。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ドクター G のサンクリームなんですけども、こちらのドクター G のサンクリームなんですけども、韓国の薬剤師さんから見てもこちらのサンクリームが非常におすすめできるっていうので非常に話題になってる感じなんですけども、話題になって8年ぐらいになってると思うんですけども、韓国でもドクター G のサンクリーム使ってる人が非常に多いような感じですね。どちらかといえばサラサラ下地のちょっとトーンアップしてくれるものと、あとは敏感肌用のこちらの敏感肌用のサンクリームが成分が一番いいですね。あと夏になるとレッドビルミッシュのやつがいいんですけども、こちらも鎮静させてくれるのでおすすめになってきております。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。フィジオゲルの商品なんですけども、こちらも保湿めちゃくちゃさせてくれるので、こちらもねずっとランキングで1位取ってるのでめちゃくちゃおすすめできます。で次の商品いってみたいと思います。次の商品は CNP のこちらのシートマスクなんですけれども、 CNP のシートマスクはねもうねどちらかといえばちょっと業界の方かな、モデルさんとか役者さんとかが使ってるような印象なんですけども、これ使ってる方はもうずっと使ってるような感じなので、ツヤ肌になりたい方とかはこちら使っておりますね。はい、次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらですね。ドクター G のこちらのビタミン D のモイスチャーバームなんですけども、こちらもビタミンとセラミドとパンテノールなんですけども、こちらも使いやすいバームになってて僕は大好きで使っておりますね。韓国では非常にこちらも人気があって、オリーブヤング行くとも大体ないんですよね。それぐらいやっぱり人気があるっていうところで、あと肌バリアを保湿コーティングで守ってくれるマルチバームってことですね。
はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ベニア3のこちらのオイルなんですけども、オイルは夜のスキンケアの最後にオイルでちゃんと蓋を閉じるっていうので、こちらのオイルを使っております。ちゃんと蓋をすることによってね、乾燥させないので。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ステリマックスのシミケアクリームになりますね。こちらはね、小じわとか、あと毛穴とかを引き締めてくれる感じがあるので、もちろんね、ナヤシアミド5%とトラナキサム酸が5%が入ってるので、肌のトーンもアップしてくれるんですけども、毛穴に対してのアプローチがしっかりできるようなクリームになっているので、おすすめできます。次がこちらになります。はい。ラボニタンのこちらのネッククリームなんですけども、このクリームがね、香りも塗りたいようなクリームのテクスチャーで、ボトックスペプチドクリームなんですよ。このテクスチャーはね、他にはちょっとないような感じなので、首のシワとかをね、なくしたい方はこちらおすすめできますね。あとちゃんとこちらもロールがついててぐるぐるぐるってできるのでおすすめできます。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。セリマックスのセラムになりますね。こちらも色ムラとか肌のトーンアップしてくれる感じなんですけど、色のムラを取ってくれるので、集中ケアとして、あとメラニン生成でね、アプローチができるので大好きで使っております。はい、で次の商品行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。マデカソルのゲルとマデカソルの軟膏があるんですけど、こちらの2つはおすすめできますね。で特にマデカソルのゲルはスキンケアに使えるので全体に使ってるんですけども、マデカソルの軟膏の方は部分的に塗っております。で全体的に塗るとめちゃくちゃ痒くなるので、それぐらいちょっと強いので全体的には塗らない方がいいかなと思いますね。ちょんちょんって部分的なニキビが終わった赤くなっているところに使うような感じですかね。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ハンミの EGF のクリームなんですけども、もうこちらがマデカソルの10倍の再生能力があると言っていて、それぐらい再生能力がめちゃくちゃあるクリームなので僕は使っております。それぐらい効果を感じているので大好きで使っておりますね。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ハンミのこちらのリペアクリームなんですけども、こちらも保湿クリームとして使ってるんですけども、もちろん効果も超絶いいので、薬局コスメなのでめちゃくちゃおすすめできます。はい、次の商品はこちらになりますね。こちらなんですけども、こちらね、3点セットとして韓国では人気があって、この3つで使うと効果がありますよっていうので、シミそばかすの3種セットなんですけども、こちらの3つを使うことによってちゃんとアプローチできるので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。こちらを使う時にはちゃんとデイではサンクリーム50のものを塗らないといけないので、しっかりこれ使う時にはサンクリーム50のものを使ってもらった方がいいかなと思います。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。ポテトチップスなんですけども、タンパク質が 7g 入っているってもので、こちらがねスナックとして美味しくて、僕はもう毎回買って置いてるんですけども、めちゃくちゃ美味しい。ぜひタンパク質ポテトチップスから取りたい方はおすすめできます。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。ラゴムのアンプルなんですけども、ラゴムって言ったらね、ちゃんとツヤ肌になってくれて保湿力を上げてくれるアンプルとして僕は大好きで使っております。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。シミそばかすのケアとしてクリームなんですけども、シミそばかすにアプローチめちゃくちゃできるのでおすすめできます。こちらもね、薬局コスメなのでやっぱり効果っていうのは全然違いますね。デイではしっかりとサンクリームを塗ることをおすすめいたします。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。セリマックスのポアブライトニングのシミケアのサンクリームなんですけども、こちらがねトーンアップクリームのトーンが非常にいいのでめちゃくちゃおすすめできます。あと小じわ改善とかもできるので、ちょうど今僕も使ってるんですけども、こんな感じになるようなツヤ感なので、このツヤ感がね一番ねスキンケアで収めるので僕は大好きで使ってるんですけども、今はこちらを使っております。はい、次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらになりますね。セリマックスのリポソームのレチノールなんですけども、こちらもツヤ肌にめちゃくちゃなる、テラロジックとちょっと似たような感じなんですけども、どちらかといったらテラロジックの方がツヤ感はあるんですけども、こちらのねリポソームのレチノールもめちゃくちゃいいのでおすすめできます。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。こちらもねセリマックスのレチノールなんですけども、ハリショットですね。レチノール、スピキュール、パンテノール、シワ、毛穴引き締めなんですけども、ハリショットで今一番効くレチノールって言ったらこれかなって感じですね。圧倒的にツヤ肌になってくれるのでおすすめできます。テラロジックの方がツヤ感あるんですけども、こちらもおすすめできるレチノールかなって感じですね。テラロジックはハリショットじゃなくて、こちらはハリショットなので、セリマックスはね、ハリショットを試してみたいという方はおすすめできますね。はい、次の商品に行ってみたいと思います。はい、次の商品はこちらになりますね。セリマックスのデュアルバリアクリーミートナーなんですけども、やっぱり今流行ってるふわとろのトナーなんですけども、ふわとろ感がすごい、あとね肌がね白くなってくるので大好きで使っております。肌のバリア機能もね高めてくれるセラミドも入っているのでおすすめできますね。はい、で次の商品に行ってみたいと思います。
はい、こちらもセリマックスなんですけども、セラミドね、肌のバリア機能を高めてくれるクリームなんですけども、先ほどのトナーを使った時にこちらのクリームの方も使うようにしております。はい、で次の商品いってみたいと思います。次の商品はこちらですね。リズ K のファースト C セラムですね。ビタミン C が 15% 入ってるんですけども、ビタミン C は 20% が一番肌で効果を発揮してくれるんですけども、こちらの 15% のね、ビタミン C がね、純粋な 15% なので、ちょっと 20% に近い感じがあるのかなって感じなんですけども、美白、トーンアップっていうのが超絶すごくて、やっぱりいろんなね、ビタミン C 使ってきたんですけど、ここに戻ってきちゃうのがあるんですよね。でもいろいろビタミン C はちょっと使いたいので引き続き使っていくんですけども、これが軸になってるかなって感じですね。はい、次の商品行ってみたいと思います。次がこちらですね。シュラメックの保湿クリームですね。こちらがドイツコスメなのでいいっていうのはあるんですけど、韓国の皮膚科にはドイツコスメっていうのはもうマッサル置いてあって、皮膚科に行くとこれは置いてあるんですけども、やっぱり保湿感が非常にいいので、しっかり保湿させてスペシャルケアクリームみたいな感じで欲しい方はこちらのクリームをお勧めいたします。はい、次の商品行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。ミグハラのアンプルなんですけども、こちらは保湿感が非常に大好きなアンプルなんですけども、やっぱりトーンアップとかも非常に優れたトーンアップしてくれて、シミとかっていうアプローチもあるんですけども、シミにはちょっとアプローチできないかなって感じですね。あと水光肌にもできるような感じなんですけども、こちらもちょっと 50% ぐらいかなって感じですね。めちゃくちゃ水光肌できるような感じじゃないですね。他でも水光肌できるものがあるので、そっちの方ができるんですけども、はい、で次の商品に行ってみたいと思います。次の商品はこちらですね。ミグハラのファーストエッセンスなんですけども、こちらブースターとしてね、一番最初の方に僕は使ってるんですけども、非常に使いやすいですね。やっぱりね、ブースターとしてトナーを使いたい方はお勧めできます。はい、次の商品に行きたいと思います。次の商品はこちらになりますね。センテリア24のマデカクリームなんですけども、もうマデカクリームって言ったらもうセンテリア24が一番いいかなと思います。こちらシーズン7なんですけども、シーズン7になったことによって成分が超絶良くなった。シーズン7になってちょっとデイでも使えるようなテクスチャーになってきたので、あと香りもちょっと変わってちょっとグレープフルーツっぽい香りになった感じがするんですけどね、僕がちょっと使用してる感じ的にはね。なんですけども、以前とかよりなんかちょっと使いやすい感じがなったので、そこら辺が以前からの改善されてる部分かなと思うんですけども、効果はシーズン6から7になってもう圧倒的に変わったので、センテリア24を使うのをお勧めいたします。はい、そんな感じで50選紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。全てね、効果があった商品になりますので、次回のメガポ、その後にはメガ割りがあるんですけども、その時の購入の参考にしていただければと思います。あと何かわからないことありましたら、下のコメント欄の方にコメントいただければ、全てね、お返しさせていただきますので、コメントもいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。